進撃の巨人ザ・ファイナルシーズン。アニメ第4期となる進撃の巨人ザ・ファイナルシーズンパート1の放送を終えた本作。本日はメインキャスト、そしてメインクリエイターの皆さんとパート1の振り返りをしていきたいと思います。それでは進撃の巨人ステージのゲストにご登場いただきましょう。どうぞ。はい、エレン・イェーガー役の梶裕貴さん、アルミン・アルレルト役井上まりなさん、ガビ・ブラウン役桜彩音さん、監督の林雄一郎さん、劇版作曲家幸田山本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしお願いします。お願いします。さあ、それではお一人ずつ改めてご挨拶いただきたいと思います。梶さんからお願いします。はい、皆さんこんばんは、エレン映画役の梶裕貴です。本日はご来場いただきまして、そして配信をご覧くださいまして本当にありがとうございます。そしてマッパさん10周年おめでとうございます。なんでしょう、こうやって、多くの皆さんを前に、お話しできる機会が返ってきたことが本当に、嬉しく感じております。そして今日はキャストはもちろんですけれども、林監督と音楽の幸田山本さん、一緒に、進撃の巨人についてお話しできるということで、非常に楽しみにしてきました。短い時間ですが一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは続きまして、はい、皆さんこんにちは。アルミン・アルレルト役をやらせていただいております井上まりなです。やはりこうしてファンの皆様の前でこうしてイベントができるというのは非常に嬉しく感じております。ファイナルシーズン進撃の巨人、もちろんご覧になっていらっしゃらない方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、少しでも楽しんでいただけるように、そしてこうしてスタッフの方々と一緒に、ステージに立たせていただけることはなかなかないので、この貴重な機会を皆さんと一緒に楽しく過ごしたいなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして、はい、ファイナルシーズンでガビ・ブラウンの声を演じております桜彩音です。お客さんの顔が見られて嬉しいのと、そしておそらく生配信もされているんですよね。しております。はい、おそらくじゃないので、絶対されてると思います。はい、同説10万人ぐらい見てますんで。わあ、世界中からそうです。おそらく見てくださっている方、ありがとうございます。マリナさんもおっしゃってたように、まだ進撃の巨人をご存じないという方もいらっしゃるかもということで、そういう方には少しでも興味を持っていただければ、もちろん私も途中参加なので今更だっていう感じも、それから私が普通に第1期からファンだったっていうのもあるんですけど、興味を持っていただければと思いますし、ずっと追いかけてくださっている方にはさらに次のシーズンが楽しみになるような、そんなステージにできればと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは続きまして監督お願いします。ファイナルシーズン監督の林雄一郎です。いや、なんか久しぶりにこうリアルイベントで人の前でやるっていうのすごく久しぶりなんで、なんかこう、圧をすごく感じますけど、圧を、まあ確かにいいやつですもんね。いいやつですが、そのね、もう期待の表れですよね、この圧は。ずっと望んでた圧ですね。今日はこの時間は進撃の巨人の話でみんなで盛り上がっていきたいと思います。短い時間ですが本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ続きまして山本さんお願いします。はい、今回のファイナルシーズンから、劇版音楽の方に参加させていただいております作曲家の幸田山本です。よろしくお願いします。もともとシーズン1から作曲家の沢野博之さんがずっと音楽やってこられて、で今回のファイナルシーズンから一緒に僕も参加させていただくっていう形でこの素晴らしい作品に本当携わらせていただけて非常に光栄な気持ちでいっぱいです。で今日本当にキャストの皆さんと監督とこうしてなかなかこうお話しさせていただくって本当に初めてぐらいのそうなんです、感じのことなのですごく楽しみにしていきましたので、いろいろと楽しんで話して盛り上がっていければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは皆さん一旦お席の方にお座りください。
改めて本作についてご紹介いたします。原作は別冊少年マガジンにて連載されていた諫山はじめ先生による同名漫画。圧倒的な力を持つ巨人とそれに抗う人間たちとの戦いを描いたダークファンタジー作品です。コミック累計発行部数が全世界で1億部を突破すると、記録的な大ヒットで社会現象を巻き起こし、そして今年の4月に11年7ヶ月にわたる連載を経てついに最終回を迎えました。2013年より放送開始されたテレビアニメシリーズは現在第4期であるザ・ファイナルシーズンパート1まで放送され、この冬パート2の放送が決定しています。さあということで、たくさんの名シーンがあったザ・ファイナルシーズンパート1でございますけれども、こちら、放送を終えてここでキャストの皆さんにこのファイナルの名シーンを、推しシーンを選んでいただくということです。推しシーン、はい。推しシーン、推しシーンお自信。いっぱいありますね。これ結構悩まれたんじゃないんですか？悩み悩みました。そうですね締め切りすぎましたもん。そう、しかいやそれは守ってください。も尺もはい1分ぐらいでって言われてたので、はいはいはい1分で推しシーンを選ぶって難しい。厳しいですよね。尺の指定なんてあったの？あったのよ。あれ気にしないで出されました。いや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 、圧がすごいんですけど、はいやめてください。前から横からの圧やめてくださいよ。確かにね、指定がなければ全エピソードのそうそう全だとしたら私ね1話丸々出しちゃう。そうなっちゃいますそれから、先行上映会みたいな振り返りみたいになっちゃいます。はい。気になりますね、皆さんがどのシーンを選んだのか。はい確かに。さあそれでは、皆さんもねここじゃないかとか考えながら見ていただきたいと思います。まずはさくらさんのお写真をはい。見ていきましょう。はいこちらです。どうぞ。鎧の巨人。一体誰が選ばれるんだろうね。なんだガビ、自分以外の比較対象が他にいねえって口ぶりだな。だって他にいないでしょ。まあ私たちとガビじゃね。今のところの成績じゃない。いいや、成績じゃないよウド。いつも言ってるでしょ。私があんたたちと違うのは覚悟だよ。エルディア人の運命を背負い、私たちを苦しめるあの島の悪魔どもを皆殺しにする覚悟だ。そしてこの世界に残るのは。さあということでありがとうございます。拍手いただけますでしょうか。さあ、さくらさんの推しシーンは第1話海の向こう側よりあんたたちと違うのは覚悟だよのシーンでございました。はい。なぜさくらさんこちらのシーン選ばれたんでしょう？アニメジャパンでもステージ登壇させていただいたんですけど、その時はこの先にガビと出会うカヤというガビのずっと信じていたことを揺るがすきっかけになる女の子とのやり取りのシーンとかを上げてたんですけど、ちょっと違うシーンを選ぼうと思った時に、そういえばファイナルシーズン第1話始まって、マーレ編から始まるじゃないですか。何の作品が始まったんだろうって一瞬わからない、そうですね。巨人が出てくるまであれこれ何の作品見てたっけぐらいのちょっと新鮮だったりとか動揺がやっぱ一ファンとしてあって、しかもこの子憎たらしい子が急に出てきてこういうことをのたまうっていうのたまうというかね、急に喋り始めるっていう、一回演じてはいるものの、やっぱり衝撃があったし、嫌だなこの人って思ったんですけど、でもよくよく、自分に置き換えて考えてみると、この年の時に、私覚悟っていう言葉って使ったことも意識したこともなかったなっていうふうに思って、なるほど。やっぱその言葉を振りかざさないといけないほど過酷な状況下に生まれて育ってっていうガビのこう生い立ちだったり運命っていうものが分かりやすく表れてるセリフなのかなというふうに思ったので、このガビの覚悟っていう言葉が私はすごく嫌いだけどすごく好きで挙げさせていただきました。ガビのもう要はバックボーンを表すような一言なのかなということですよね。はい、自分のキャラだとここのセリフが印象に残ってるなと思います。なるほど。どうでしょう、演じるにあたってなんか心がけたことってありますか、ガビを？なんかいろんな人によくこんな
嫌われる役できるねみたいな。いやそれは役ですからね。それは別にさくらさんが言ってるわけじゃないからね。そうなんですけど、スタッフさんにも音響監督さんにも言われましたしあ、そうなんですか。へえ。普通にファンの方だったりとか、あと先輩方にも言われて、はいはい、なんか俺ガビ嫌いじゃないけどな。本当ですか？ていうか嬉しいです、ね、ちゃんとストーリーを追ってったらうん嫌いになれないくないかな。けどやっぱり多分人って第一印象からうんその印象を自分の中でガラッと変えるって難しいんでしょうね。難しいね。やっぱりね、初っ端のイメージが強いから、そういう風に変わらないということですよね。っていう方も多分いらっしゃるんだと思うんですよ。もちろんね、憎たらしい部分はあるけど、はい、なんかアルミンを演じてる私からすると、もう幼い時のエレンを見ているようで、そうですそうね。本当まさにそれはね、なんかもしかしたらどこか意図されてる部分もね。そうあるかなって思ってる。うんなんか見た目的なところもちょっと通じるところもあるし、うんはいちょっと世代交代っぽい雰囲気が回れへんってあるじゃないですか。だからでもそれはなんかこう好かれようとしたりとか、うんわざとアニメになって自分のキャラ好きになってほしいって思いはなくはないですけど、うん別に私は嫌われたくないとも思わないので、うんもうガビのあれがガビ。生きる様をそのまま声に生き写したらどうなるかなっていうのだけうん一直線に考えて演じたら、うんよくそこまで嫌われられるねみたいなことをいろんな人にいやだからそれはつまり言われますやっぱ褒め言葉ですよねそうだね。プロだっていうことじゃないですか。いやなんかでもともすればさくらさんまで嫌われちゃうよって。あそこまででもそこまでこれだけは言わせてほしいんだけど、はい私はずっとガビは綾音だと思ってて、キャスティングされる前から。結果とどめさせてます。違うの、そういう意味じゃなくて、こええの役を演じきれるのはさくら綾音しかいないってずっと思ってええ確かに。て、で嬉しい。こう話数を私はさ一緒にアフレコしてない話数がいっぱいあって、オンエアで実際見て、特にライナー助けてって叫ぶあーあの声とかを聞いた瞬間に、ライナーっていう叫びがね。やっぱさくら綾音天才って思った瞬間でしたね。嬉しい、複雑ですけどいや嬉しいよね。でもなんかそうロミさんとかにも言っていただけたんですよ。最高じゃないですか。ロミさんからも綾音しかできないなって思った。うんそうですね。だからなんか役者やっててよかったなって思う瞬間でもあり、人間的にもうちょっと生き方改めないといけない。いやいや違う役に近いとか言ってるんじゃない。あれを演じきれるのが綾音しかいない。役者としてですよね。役者としてです。そうです。誰がちょっと性格一緒だなと思ってそういうわけじゃないです似てるとは思わないもん、キャラクターとして。あ、本当ですか？うんうんそうかそうか。なんかなるほど嬉しいです。ねえ。さあそれじゃあちょっと監督の意見もちょっとお話聞いていきたいんです、はい。どうでしょう、こちらさくらさんの演技聞いた時の印象は。いやでもなんかガビってすごい一人で突っ走っていっちゃうようなキャラクターで、なかなか原作見てても感情移入が難しいキャラクターだなと思ってて、まあでもその8話ぐらいでそのさくらさんの芝居、飛行船にガビが乗り込んでいくところの芝居がすごく良くて、はいでなんかガビの行動原理というかそういうのがすごく伝わってくる感じで、そのオンエアを見て自分でもそこでなんかこうガビに対する印象がすごい変わってきたというか。そうなんですか。ええでなんかこう声がついたことによってすごくなんか意味があったというか変わったキャラクターだなと思いますね、ガビは特に。え、なるほど。これもまた嬉しいんじゃないですか、さくらさん。そうですね。でも私自身もその原作読んだ時に嫌な子だなとは思ったんですけど、それと同時に彼女も歴史の被害者であるっうんていうことが念頭にすっとこうんう思い浮かんだので、えそのあたりはちゃんとなんだろう、彼女も正義であるうんっていうことはしっかりと表現しなければいけないし、はい。その悪として動いてるわけじゃないっていうところが、多分大事になってくるんだろうなっていうふうに、それが結果誰かにとって悪に移ったとしても、はい。それはその方の正義と反しただけであって、彼女は正義であるっていうふうに思ってどのシーンも演じてました。なるほど、ありがとうございます、素晴らしい推しシーンだったんじゃないんでしょうか。さあそれでは続いて井上さんのはい推しシーン見てみましょうか、さあそれでは行きましょう。井上さんの推しシーンはこちらです。僕がここにいたという
さあということで、ありがとうございます。井上さんが選んだ推しシーンエンディングということですけれども、ちょっとお聞かせいただきましょう。いや推しシーン本当にたくさんあったんですけど、やはりこうちょっと今回のイベントにあたって改めてちょっと今回のファイナルシーズンを1から最後まで一気見したんですよ。改めて見てみて何を感じるかなと思った時に、毎回やっぱりこうお話の最後にこの曲がかかってきて、そこまでずっと張り詰めてそのキャラクターたちの思いだったりとかをこうなんかやっぱり私もこう物語に携わっているものとして、いろんな思いで見ているうちにふとこの曲がかかって歌詞を感じることによって毎回涙が勝手に流れるんですよね。必ず、エンディングって飛ばせたりするんですけど、飛ばして次の話数に行ったりするんですけど、どうしてもそれを押すことができたくて、その話数話数で感じるその曲の意味だったりとか、主人公が変わってきて、この話数でのこのエンディングはライナーだなとか、この話数はエレンだなとか、それぞれ毎回違う景色を見てくれるエンディング、見せてくれるエンディングで、やっぱり最初聞いた時歌詞がちゃんと聞き取れなくて、しっかりと、調べて歌詞を読んで、どうせ骨は砂と化して消えるっていう歌詞だったり、それでも生きるっていう強いメッセージだったり、映像はやっぱりいろいろな解釈があるので、私自身はこうどういう意味を持ってるんだろうとか、この鳥は誰なんだろうとか、いろんな思いで見てるんですけど、実際進撃の巨人の原作の方が最終巻を迎えて、私は実際まだ読んでないんですよ。なるほど。はい、原作を毎回そのお話の話数を取る直前にまとめて読むという思いでやってるので、実は今回のファイナルシーズン皆さんとが映像として見ていただいたところ、ちょっと先ぐらいまでしか読んでなくて、本当の最終段階って実は知らないんですけど、それでもエレンの思いだったりとかどうなっていくんだろうという大まかなあらすじ的なものは、実は以前進撃の巨人展というものをやった時に、担当の編集の方から最終巻はこういう風になりますというのを、私はちょっとこっそりとお伺いしていて、それはちょっと音声を取る関係でお伺いしていて、それを想像しながらこの曲を毎回聴いてたんですけど、そこから察する物語の結末に向かっていくこのエンディングっていうものが毎回本当に染み渡ってきて、それがこうじんわりとこう体の奥底からなんか広がっていくような、なんかいろいろなものを感じさせるエンディングで、なんか本当に今回のファイナルシーズンのエンディングにふさわしいなと思ってここを選ばせていただきました。なるほど。本当にその話数によって気持ちが変わるってすごいことじゃないですか。同じ歌詞なのに。そうなんですよ。毎回主人公変わってくるんですよね。なんか特に私の中でストンとふと落ちたのが、カヤと、ガビたちが話すところでお姉ちゃんみたいな人になりたいみたいなカヤがいた時にかかるエンディングは本当になんか温かさを感じたりとか、でも話数によってはすごく逆に冷たかったりとか、絶望を感じたりとか、なんか本当にいろんなものが込められたエンディングだな、素晴らしいなと思ってました。なるほど。いや、この推しシーンはどういう意味なんだろうと思ったら、聞いたらもう納得しかないと言いますか。そうか。じゃあちょっと監督にもお話聞いていきたいんですけど、こちらこのエンディングの楽曲どういう経緯過程で作られたものなんでしょうか。そうですね、エンディングはでも結構僕の方で割と具体的なイメージを提示して作ってもらったんですけども、そうなんですね。やっぱりエンディングって本編の一部だと思っていて、本編を見た後視聴者がどういう気持ちになってほしいかなっていう部分で、やっぱりつながった気持ちでこう見終わってほしいなっていうのがあって、でそうなった時にファイナルシーズンどういう曲かなと思うと、やっぱりとても悲しい暗い曲こう気持ちに見た後なってほしいなと思って、それでああいったトーンの曲を発注させていただいたんですけども。なるほど。ファルコが主人公としてある種描かれてるじゃないですか。そこにはどういう意味とか意思みたいなものが。そうですね、でも最初やっぱり
一番最初のシーンがファルコがこう手を伸ばして鳥から始まっているので、なので、自分的にはそうですね、ファルコを通して見たこのファイナルシーズンというか、まずファイナルシーズンもこう何回、最初のワンクールでは終わらないっていうのは分かっていたので、なのでまず最初のワンクール目は誰から始めるかってなるとファルコかなという形でしたね。そういうことだったんですね。どうですか、作曲家目線としてこちら聞いた時の印象っていかがでしょうか。でも本当に映像的にもそうですし、音楽的にもちょっと一筋縄ではいかないような楽曲というやっぱり印象がよくあるアニメのエンディングっていうのとは少しカラーが違って、サウンド的にもちょっと粘り気のあるようなで弦楽器の使い方とかもフレージングとかもなんかすごく個性的な使い方をされていて、やっぱ僕もオンエアで初めて聞いたんですけれども、かなり聞いた時には衝撃的な楽曲ですごく印象に残ってて、僕もこの楽曲すごく好きですね。なるほど、携わった人がねみんな好きな楽曲だということで、素晴らしいお指針だったんじゃないでしょうか。井上さんありがとうございます。さあそれでは続いて梶さんのお指針いきましょうか。さあそれでは参りましょう。梶さんのお指針です。お指針はこちらです。勝てなきゃ死ぬ、勝てば生きる。戦わなければ勝てない。戦え、戦え。さあありがとうございます。さあこちら第9話義勇兵の戦いのシーンです。なぜこのシーンを選ばれましたでしょう。そうですね、もうこの回が始まってからずっと泣きそうでしょうがないですよ。何の話を聞いてもね、さくらさんのガビの話の時にちょっと話変わっちゃった。いや全然いいですよ。からね監督がおっしゃったその飛行船に乗り込んだ時っていうのも勝手にいろんな頭の中で振り返って、辛い気持ちになったりとか、カヤとの話もそうだし、エンディングも僕も本当毎週胸を締め付けられるような思いで見て聞いていたので、そこで自分でこのシーンを選んで今悔いてるんですけどより辛くなってしまったんですけど、そうですね。なぜ選んだかと言いますと、いろんなところでお話はしたことがあるんですけれども、ファーストシーズン1の時に、なんでしょう、一つのピークとして、エレン巨人が壁に開いた大穴を塞ぐ、人類のために、自分のその巨人化の能力を何か役立てられないかと考えて、人類の希望として、穴を塞ごうとするときに、人類をそして自分をですよね、鼓舞するためにエレンがあの状態で頭の中でずっと自分に向かって叫び続けていたのがこの戦え戦えという言葉ですごいエネルギーにあふれていて、血の通った感じがして、熱さを感じて、自分の中でもすごく印象的なエピソードでしたし、アフレコでしたし、その瞬間は今でもすごく覚えているんですけども、その戦え戦えと戦わなければ勝てないという同じセリフがこのタイミングで、ファイナルシーズンになって登場してきたのは、原作を初めて読んだ時にもものすごく衝撃でしたし、改めて、アニメになって演じるとなった時にも、その最初に原作を読んだ時には、先の展開っていうのが、僕も先のことは何も知らない状態で、役に向き合っていたので、どういう意図なのかなっていうのはあったんですが、原作がね最終話を迎えたということもありますし、アニメで描かれている部分も含めて自分の中で解釈しているそのエレンの気持ちっていうのを考えると、同じ
言葉なのにこうまでも感じ方がうん違うんだなっていう、で、その感じた気持ちを声と芝居で皆さんがご覧になった時に聞こえ方が違うって、思っていただかなければならないなっていう中で、でもやっぱそんな役者の気持ちっていうのはさておき、エレンの、その同じ言葉をこういう状況で吐くっていうその心理を僕の中で噛み砕いている、考えているとうんすごく辛くて、うんで、家でその台本いただいて、練習をしている時にもう恥ずかしい話ですけども、その時にすでに涙が止まらなくなってしまって、あーなるほどで思いがちょっと、止められずに伊佐山先生に連絡をしてしまって、はいメッセージ文章ですけど、なんかこの改めて演じることになってこのセリフを振り返った時に改めてエレンの気持ち自分の中では分かったような気がしますという、それをね先生が受け取ってくださって、その梶さんの気持ちを、今後の原作の方にも生かせていけたらみたいなことをおっしゃってくださっそうなんて、ですねそれもねもちろんありがたいことではありますけど、でもとにかく、エレンの人間性というか、彼らしさが詰まっている、まだね最後まで終わっていないので、はい話すのは難しいんですけど、うんシーンだなと感じたので、印象に残ってます。なるほど、、はいやそうですね、本当になんかその変化というか、このファイナルシーズンのエレンの変化はもう見てる人間もね全員っていう気持ちから入ってるから、そうですね。だからこそここをね梶さんが選んだのもなんか刺さると言いますか、